雑談です。家族です。はらせんということで始まりましたはらせんラジオ。陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、それから言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、ほとんどテレビのね、大好きなテレビの話しかしておりませんが、今日は何を話そうかなってところで、昨日はね、何をしてたんだろうかね、昨日も言いましたけども、寝ると忘れるんですよね。都合の悪いことから順番に忘れるねえ、いいじゃないですか。都合の悪いことはどんどん忘れていきましょう。何でしたかな。昨日は、打ち合わせに出てたのは覚えている。それが夕方だったね。で、帰ってきていろいろ作業を進めようとはしてたんですが、これまたね、こう進まなくて、ついつい進まなくてってことなんだけど脳内では進んでいるつもりで、だからメンタルフィジカルがこう一致していないですね。脳内ではね、こうメンタルで、できて、こうすればできる、ああすればできる、考えだけがこう進んでいるんですが、体が動いてないと、そんな状態でありましたが、そうですね、はい、そんなことでまだ悩んで進んでおらなかったと。昨日はね、確か昨日、おとといか、丸1日かけて2秒ちょっとしか進まなくて、その後も進んでないんだよな、実は。なことをしておりましたが、ですね、そうですね、本当に進まないときは進まないんですよね。こうすりゃいいんだろうな、ああすりゃいいんだろうなっていうことはこう思うんですけども、何か自分の中でこう納得がいかないとこう進まないというかね、こういざ動かさない。でもそういうのもね、もう無理やりやっぱり動かしていかないと体をね、やっぱついてきませんわっていうのを自戒を込めて、今日こそはやっちゃいましょうということですわね。何をやってるかっていうのは、これちょっとお楽しみにってこともないね。どこで見れるのかわからないんで、そんなことをしておりましたというところで、見ましたですわね。金曜ドラマ、家族ハッシュタグ、これハッシュタグって言った方がいいと思いますね。ハッシュタグ家族募集しますね。あれですよ。ちょっと待って、そう簡単。全然出てこない。ちょっと待って、してみよう。出てきた。長野大河さんが出て主演で、お好み焼き屋の2階に住んで、そこが広いもんだからっていうとこから話が始まる。長野大河さんといえばね、コントが始まるでマクベスで、出てて、そのイメージがあるというかね、エプロンしてたらもう酒屋のまんまじゃないかと思って、その後のマクベスかってこうね、チラッと見たときは思ったんですけど、ドラマを見たらこれ本当にいろんな感想を見たらもう泣けるだってね。確かに泣けるシーンが、子役の子がね、えげつなかったですね。えげつなかったですわ。子役の子ってね、カラスの子みたいに言ってる。あれはすごかったですね。演技、泣くシーンはね、ほんとすごかったんですけど、広いお好み焼き屋の2階で、もうこう広いってね、めちゃくちゃ広いんですよ。なんて言ったそれ2階なのっていうぐらい広さ、本当に広いところに住んでて、持て余すからこうシェアハウス、最初はねシェアハウスしようぜ、したいなみたいなことを言ってたんですが、昔ね、
幼なじみの子と出会って、重岡さんね、役名で言うと赤木俊平さんね、ジャニーズ WEST の方なんですね。この方いろいろジャニーズの人が出てるドラマを見て、この人もジャニーズかとか思いながらね、こんな濡れ場もジャニーズもやるんだって思いながら、ここ最近見ていたジャニーズの人の中で一番うまいね。本当にすごかった。この人もすごいなと思って見てたんですけど、見つけて、同居しないかというかね、シェアハウス良かったりしないかみたいな。で、ぐいぐい来る人なんでね、この中野大河さんの役柄として。ぐいぐい踏み込んじゃって、そうだったのかみたいなことがありながらね、ハッシュタグでね、家族募集ね、最初はシェアハウスとか思ってたから、こう、なんていうんですかね、いろんな事情を知ってね、こう、シングルマザーであるとか、ファザーであるとか、そういった子供の預かったりしますよ、みたいなことを始めるとこから、1話がね、そんな感じで始まるんですけど、これでね、一つというかね、思ったのが、このドラマも、インスタを主体としたというか、インスタを軸に、インスタに写真を上げて、ハッシュタグ、家族募集しますとかね、子供預かりますみたいなことをやってるインスタなんですよね。で、この間見たお耳に合いましたらってね、テレ東の飯テロドラマね、ぼっち飯じゃない方の飯テロドラマ、もうあれもインスタでご飯屋さんを見つけてね、話が進んでる。もう一つ前に言ったら、聞かざる恋には理由があってね、一番文句が言えて結果一番面白かったんじゃないかと思ってるドラマ、4月期のあれもインスタなんですよ。だからここ最近はやっぱり主体というかね、インスタを軸にこう世間が動いていますよっていうのが、こういったドラマを見ているとこう如実にというかね、描かれている。で、この何ですか、ハッシュタグね、家族募集しますの脚本はマギーさんです。これはいい本を書きます。泣ける本というかね、随所にありましたけど、面白かったです。で、最後の最後に木村文乃さんのね、ところの感じとかもすごく良かったんですけども、最後の最後に現れたね、岸由紀乃さん演じる、横瀬メイクさんという方がね、また奥さんとやってくるところで1話終わるんですけども、この相関図を見ると岸由紀乃さんがね、こういい感じで映ってるんですよ。で、この人は他に何を出てたんだろうって調べたら調べたらっていうか、なんとってこともないですけど、あれですよ、古川琴音さんと同じ事務所なんですね。ユマニテっていう事務所ですね。なんだこんなところでもまたね、出てるというか、そのね、どう思って根底にこう古川琴音さん、つむぎちゃんが流れてるなと思いながらこのドラマを見ておりましたが、ね、すごくいろんな問題を抱えたね、今後多分ね、その1話で木村文乃さんにもね、養護施設なんですかとか、幼稚園のね、そういった資格はあるのかみたいなこう問い詰められて、こうヘラヘラしておったんですが、その辺がこう今後もしかしたらね、一番重要な問題になってくるというか、無認可保育園なんですかみたいなねところが、これ今後その辺をどう描いてくるのかなね、こういうところもね、ちょっと社会的なメッセージも含みつつみたいなね、ドラマでしたけど、なんかすごいことになりそうなね、まだ全然登場人物も多分登場しきっていないんでしょうからね、最後の最後にちょろっと出てきたのがすごく気になって、2話目以降もどういったね、どんでん返しというか、どういったこう本当にそれぞれのね、そのお好み焼き屋さんね、虹屋に来る人それぞれの
物語が描かれるのかなっていうのは楽しみに、見ていきたいかなって思っておりますが、本当にね、ジャニーズ WEST の重岡さんが本当にいい感じのね表情をするし、いい役を演じてますね。これは素晴らしい。きっともっとすごい俳優さんになるんだろうなっていうのね、プンプンしましたわ。で、といったところですかね。ぜひね、もちろん TVer、これは TBS なんであれですね、パラビで見逃しちゃった人は見るといいですよね。本当にね、めっちゃここはもう本当泣けるわっていうね。プペルで4回泣いたような人なんかはもう何回泣くんだろうっていうぐらい泣けると思いますんで、ぜひご覧になってください。コントお好み焼きね、全然プペルで泣けるとか関係ねえだろっていうね。本当に面白いドラマだったんで、ぜひ見逃した方は TVer で、パラビでご覧になってみてはいかがでしょうかといったところで、ちょうど時間となりましたね。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。